ペソの暴落の背景、アルゼンチン経済の不安定性の歴史。アルゼンチン経済は過去数十年にわたり周期的な不安定性を繰り返しています。政治的な混乱、経済政策の一貫性の欠如、外部からの経済ショックへの脆弱性がこの不安定性の主な原因となっています。20世紀後半、軍政下での過剰な借り入れやその後の民主化過程での経済政策の不安定さが経済危機を引き起こす一因となりました。また、ペソの価値が頻繁に変動し、インフレが高まることが多々ありました。これらの歴史的な不安定性は、アルゼンチンにとって経済的信用の低下を招き、国際市場での位置づけを悪化させています。動画の途中ですが、チャンネル登録、評価をいただけましたら嬉しいです。2001年のデフォルトと、その前兆。2001年のデフォルトは、アルゼンチン経済に甚大な影響を与えましたが、その根本的な原因は、数年前からの経済政策の失敗にありました。1990年代のペソのドルペッグ制度や、外債依存度の高まりが、経済の脆弱性を高め、小さな外部ショックでさえも、大きな危機につながる土壌を作りました。外債の返済が困難となり、政府は財政緊縮を進めるも経済は停滞。失業率が急上昇し、貧困が拡大しました。これが社会不安を招き、最終的には銀行の預金引き出し制限を行う事態に至りました。このデフォルトとそれに伴う経済崩壊は、アルゼンチン経済史上最も深刻な危機の一つとされ、その影響は長期にわたって続いています。通貨固定制度の崩壊とペソの自由化。ペソの通貨固定制度の崩壊は、経済の自由化と深刻な調整を迫る出来事でした。固定制度は一時的にインフレを抑制し、経済安定をもたらすかのように見えましたが、実際には経済の基本的な問題を解決しておらず、内外の圧力により持続不可能となりました。2002年、ペソは自由変動制に移行し、その結果、ペソは急激に価値を失いました。これにより、輸入品の価格が高騰し、国民の生活コストが大幅に上昇しました。通貨の急激な自由化は経済にさらなる混乱をもたらしましたが、これを契機にアルゼンチンは新たな経済政策の道を模索することとなりました。これらの小見出しを通じて、ペソの暴落へとつながった背景と、その複雑な因果関係を詳しく解説し、アルゼンチン経済危機の理解を深めます。ペソ暴落が引き起こした国民生活への影響。貯蓄の消失と銀行口座の凍結。2001年の経済危機中、政府は銀行口座の凍結を実施し、多くのアルゼンチン国民が自己の貯蓄にアクセスできなくなりました。外貨流出の防止と銀行システムの崩壊を避けるため、政府は緊急措置として預金引き出しを制限しましたが、これが国民の不信感を煽りました。コラルと呼ばれるこの政策により、市民は日々の支出のために自分のお金を引き出せず、突然の貧困に陥る家庭が急増しました。この政策は一時的な金融の安定をもたらす意図でしたが、結果的には国民の経済的自由を著しく制限し、社会不安を招く大きな要因となりました。日常生活におけるインフレの影響。ペソの価値が急落するとインフレが加速し、日常生活における物価の急騰が国民の生活を圧迫しました。通貨価値の急速な低下により、輸入品の価格が上昇し、これが食料品を含む基本的な商品の価格高騰に直結しました。生活必需品の価格が倍以上に跳ね上がり、特に低所得層の家庭では、日々の食事を確保することさえ困難になりました。インフレの影響は広範囲にわたり、特に経済的に脆弱な市民ほど、その打撃は大きく、生活の質の低下を余儀なくされました。失業と貧困の悪化。経済危機と通貨の暴落は、失業率の急激な増加と広範囲に及ぶ貧困の拡大を引き起こしました。経済の停滞と企業の倒産が増加し、多くの労働者が職を失いました。これにより、すでに存在していた社会経済的な不平等がさらに悪化しました。特に製造業や小規模企業が打撃を受け、これらの業界で働く人々が大量に失業し、生活保護を求める人々の数が急増しました。失業と貧困の悪化は、アルゼンチン社会に深刻な影響を及ぼし、国全体の経済再建への道のりを一層困難にしました。政府の対応と国際的な援助、経済政策の変更と、新たな経済プラン、
アルゼンチン政府は危機に対応するため、新たな経済政策と包括的な改革プランを導入しました。従来の政策が持続不可能であることが明らかになり、経済の安定と成長を取り戻すためには根本的な変化が必要でした。通貨政策の見直し、財政赤字の削減、新たな貿易政策の導入が行われ、これにより国内経済の自立と国際市場での競争力強化が図られました。これらの政策変更は一定の成果を上げ、徐々に経済の安定に向かう兆しを見せ始めましたが、完全な回復には時間がかかる見込みです。国際通貨基金 IMF との関係。アルゼンチンは IMF と複雑な関係を築きながら、複数の経済支援パッケージを交渉しました。経済危機の深刻化に伴い、国際的な金融支援が不可欠であり、IMF はその最も重要な資金源の一つでした。財政支援と引き換えに、アルゼンチンは厳しい財政緊縮政策を受け入れることになり、これが国内での社会的な緊張を高める原因ともなりました。IMF との関係は、アルゼンチンの経済改革に重要な役割を果たしているものの、その条件は国内での議論の対象となっています。復興への道と経済改革。アルゼンチンは多くの困難を乗り越えながら、経済の復興と長期的な改革に取り組んでいます。持続可能な経済成長を達成するためには、構造的な問題に対処し、国際的な信頼を回復する必要があります。教育、技術革新、インフラ投資の強化を含む改革が進められており、これらは国を支える新たな経済基盤となることを目指しています。これらの改革は未来に向けた重要なステップであり、アルゼンチンが再び国際経済の主要なプレイヤーとして立ち上がるための基盤を築いています。長期的な影響と現代における教訓、社会経済的な分断とその影響。経済危機はアルゼンチン社会に深刻な分断を引き起こし、それが長期的な社会経済的な影響を残しました。経済的な不平等の拡大と失業の増加が、社会の様々な相関での緊張を高め、社会の一体感を損なうこととなりました。特に中間層の縮小が顕著で、多くの市民が貧困層に転落しました。これは政治的な極端主義やポピュリズムの台頭を招く土壌となり、政策の実行においても大きな課題を引き起こしています。社会経済的な分断は政策立案者にとって重要な課題であり、国の長期的な安定と成長を支えるためには、これを緩和する策が必要です。国際市場におけるアルゼンチンの立ち位置。アルゼンチンは国際市場において、その信頼性を再構築する必要があり、その過程で多くの挑戦に直面しています。経済危機は国際的な投資家からの信頼を損ない、アルゼンチンの金融市場へのアクセスを制限しました。デフォルトの履歴や経済の不安定性は、国際的なレーティング機関による評価の低下を引き起こし、外国直接投資の減少を招いています。国際市場での地位を改善するためには、一貫した経済政策の実行と国際的な協調が必要であり、これが長期的な経済回復につながる鍵となります。経済危機の反復とその防止策。アルゼンチンは過去の経済危機から学び、その反復を防ぐための具体的な策を講じています。反復する経済危機は国の発展を妨げ、国民の生活に深刻な影響を与えるため、持続可能な政策の確立が不可欠です。金融規制の強化、透明性の向上、そして政府支出の合理化が推進されており、これにより経済の基盤を強化し、未来の危機に対する耐性を高めています。経済危機の反復を防ぐためには、政治的な意思と国民の支持が必要であり、継続的な監視と適切な経済管理が求められます。